かっちり何をどう書くかみたいなの決めないで書き始めることも結構多くて、で今回もちょっとその感じなんですけど、とりあえずこの顔を描きたいっていうのだけは見つけて、少しずつ出てきた形をきっかけにして、じゃあ次はこういうの描こうかなみたいな感じで進めていくんですけど、最初に私は薄い水色みたいな青で下書きというか、形をこう描き始めて、陰影というか明暗分けて描いて、色を置いておくところっていうのが、影になる部分っていうような認識で、多分その影の色が影っぽくないというか、影じゃなくて色としてそこにあるから立体的には多分見えないと思うんですけど、そこがその影の色として見えてきた時に多分立体として形が浮かんでくるように見えるのかなというふうに思いますね。プラスその後に赤い仕事、赤の単色なんですけど、それで同じようにしてこう陰影とかを形をこう探って出していってっていうのを、ちょっとこの作業をしばらく重ねていって、でこうその中でだんだん形がくっきりはっきりして見えていくような感じですね。なんか最初はこの赤と青を混ぜた色が私の一応なんかベースの色みたいなのがあって、でデッサンでいうその鉛筆の色みたいな最初の形を出す色みたいなのがあったんですけど、でもその乾き待ちをして、一回形を出してみて、そこからまた直してみたいな作業を重ねていく中で、同じ色だとさっきの仕事と今の仕事の差が見えにくくなっちゃうっていうのがあって、でその色とかもあんまり重なりすぎると後に響いてくるんで、だったら最初に例えば水色でその次に赤っていう風に前の仕事と違う色をのせることで進みやすくした。やっぱりあんまり消せない仕事なんで、あんまりそこで濃くなってっちゃうと、一番最後こう静かにしたいというか、明るく残したいところにその下書きの線が見えちゃうみたいなことができてきちゃうんで、できるだけその最初の探ってる仕事の跡っていうのかな、見えてほしくない跡みたいなのは残らない方が好ましいって感じですね。水彩を描くようになってから、やっぱり油絵の筆だと都合があまり良くないので、水分をいっぱい含んでくれる筆だとやっぱり日本画のものがすごくいいなと思ってて、やっぱり彩色筆はすごく汎用性高くてよく使いますし、あと作用とかもよく使うんですけど、結構これを出だしの時に使って、水分量が多い仕事、色の調子作ったりとか、色面塗ったりみたいな仕事は結構こういう筆でやっていきます。絵の具がビシャビシャっとなってる感じあるじゃないですか。でこれがその面相筆みたいなこうハッチングみたいな仕事に切り替わってくると、そのシミみたいなのがだんだん見えなくなってくる段階みたいなのがあって、そこが結構なんか面白いと思うんですけど、なんかいつそのタイミング来るかなみたいなちょっと私もまだ分かんないんですけど。筆の硬さみたいなのは結構重要で、自分の場合結構細かい仕事が好きなんで、全体的にこう硬くなりがちだという自覚があるので、その柔らかさだったりこう、勢いのある大きい流れだったりっていうのを出せるように意識して、筆を使い分けたりだとか、
あと書き方もその線をこうきっちりなぞるように書くと結構硬くなっちゃう気がするので、なのでそこを結構こう自由に最初の方は線を引けるような状態にして、で少しずつそれをこう詰めていくというかっていう風にしています。後藤さんがそのハッチングを選ばれる利点っていうか、どういうふうにお考えなのかなっていうのをちょっと伺いたくて。これの場合というか、それでできる表情が好きだっていうのはあるんですけど、やっぱりこの特に水彩とかだと塗るっていう風にしちゃうと顔料の粒子っていうんですかね、それがこう分散するっていうか、ふわっとこうばらけるというのかな。だからこうムラっぽい感じになるんですよ。私は何て言うんですかね、そこにこう顔料のこう粒子がこう詰まっていく感じというか、その色面にピタッとこう、均一じゃないですけど、乗ってった時の表情の美しさみたいなのが好き。なんかそのどうなるか、自分でもどうなるかわからない状態にしてみるみたいな、ちょっとこう、この色、ここに乗せてみたらどうなるだろうとか、これ本当に自分成立させられるのかなみたいなものを書いたりとかっていうのっていう状態っていうんですかね。決められたことをこうきちんとやるっていうんじゃなくて、どうなるかわかんないけど、ちょっと自分の中でワクワクするみたいな、そういう要素をこう絵の中に取り込んで、で、それをちゃんと楽しみながら描くことができるようにするっていう感じですかね。でも今で言うと、例えばこの人物像の上に目みたいな形が出てきてると思うんですけど、これとかは以前にもちょっとこういう感じの描いたことあるんですけど、まだこの目がどういう風に浮かび上がってくるかっていうのは、自分の中でもあんまり見えてないというか、これをこうどんな風にしようかなとか、その光の形とか、あと他にももうちょっと要素を入れたいなっていうのは思ってるんですけど、そこと、ちょっと絵の具のその偶発的な現象とかと合わせて、どういう風になるかなっていうところで楽しんでいこうとは思ってます。これがアラビアゴム、不純物を取り除いて乾かしてチップ状にしたやつを透明度を高めたい時にこれだけで溶いて絵の具に加えたりするんです。ランダム性が重要なんですか？なんかあんまり狙い通りにはいかない。そうですね、どっちかっていうとこ
これも崩すみたいな一回こうやっぱり書くと硬くなっていっちゃうんで、それを一回こう、崩すというか違うリズムを加えて、でそこからまた整えるみたいな風にして、ちょっとこう調子を変えるみたいな感じですかね。これが目能っていう、石なんですけど、角がないこう丸っとした石で、絵を描いててこう絵の具がだんだん重なってくると、そのアラビアゴムとかその顔料の粒子とかの、厚みでちょっとこう絵がザラザラしてくるので、その時にこれを石でこう表面を軽く撫でて磨くようにすると表面がすごく平滑になるので、そのために使っています。イスラム教の細密画っていうのが伝統的にあって、その写本の挿絵とかを描くための技法だったりするんですけど、その技法では不透明水彩と透明水彩を使って描き出すんですが、その際に最初に不透明水彩で描いた後にアラビアゴムをこう一層かけて、でその後にこの目のの石を使ってアゲートってその時言ってたと思うんですけど、磨くんですね。でその上から透明水彩を重ねるっていう技法を見たっていうのと、あと思い返してみると、その大学院生の時にも黄金背景テンペラをやった時に石膏地に金箔を貼って、でそれを磨く時にこの目の石を使った目の棒っていうこう形がきちんとこう成形されたやつでこう磨くっていうのがあったので、この石があれば磨けるんじゃないかと思って磨いて平滑にして、その後の細かい作業ができるようにしてます。やっぱりザラザラ感残ってると細かい作業ってしにくいんですか？そうですね、筆がちょっと引っかかる感じっていうんですか、なのでこうちょっとスムーズにこう筆が運べないみたいなのがあるんで、ちょっと平滑にしたいなっていうのがありますね。能面の面打ち教室に通ってて、でこれがこう初めて作った小面になります。なんかそれは作ろうと思ったきっかけとかってあるんですか？なんか友達がここに、その立体作品でお面とかを作ってる友人がいて、でその友人がここに通うっていう話を聞いて面白そうだなと思って自分も便乗して通い始めて、で前からその能面自体にはすごく魅力は感じていたんですけど、そこまでこう熱心に何かするってことなかったんで、ちょっと勉強も兼ねてその顔っていうものを自分も描くんで、ちょっと別の方向でちょっと関わってみたいなっていうところで、こうちょっとだけですけど月に2回なんで、たまにお休みもしちゃうんで、そんなにこうみっちりやってるってほどでもないんですけど、たまに行ってはチクチクやってますね。彫刻してる時に思うのは、絵描いてる時って結構すごくなんとなくで描けるというか、なんかごまかしが効くんですけど、やっぱり彫刻だとごまかしが全然効かないので、なんか本当にここの部分の形がどうなってるかっていうのを本当にしっかり認識しないと、出てこないし、認識を仮にできたとしても、その彫刻刀だったりとか木の扱いがやっぱり慣れてなくて難しいんで、それがうまくいかないのをチクチクやってたりとか、でも本当に何も考えずにというか、その形になるように、夢中というか無心になって彫っていくみたいな、その作業がすごく楽しいですね。ちょっとなんか意地悪に感じたら申し訳ないんですけど、はい、そういう、楽しいと思ってる演劇とか、面教室もそうですけど、それが自分の作品作りにつながらないなと思ったら興味ないですか？いや、関係ないですね。なんかそこもなんて言うんですかね、なんかこの前読んだある本で、なんか目が検索モードになると何も見えなくなるみたいな一節があって、でやっぱりなんかその美術館とか博物館とか、何
見ててもなんかその自分のその制作と紐付けて考えちゃうみたいな癖って多分ものを作る人ってついてたりすること多いと思うんですけど、なんか、まあ、それはそれで別にダメだとは思わないんですが、その制作の何か糧にしようと思ってなんかそれを見るとなんかちゃんとその作品を見れないというかちゃんと感じられないっていうのはある気がしてて、なんかそこら辺は本当に純粋に楽しむつもりで行って、でまあ見た後になんかいろいろ考えてたら結果的に結びつくとか、なんか思わぬ形で結びついてきたりみたいなことは、まあ、結構ありますね。でやっぱり自分がこう取り込んだものは絵描く時にやっぱり出す時に自然に出るものだと思ってるんで、なんかそこは別に意識しなくても出てくることなのかなとは思いますけど、それに気づくのきっかけとかあったんですか？自分がどんどん固まっていっちゃうなみたいなのって。でもやっぱり書いててなんかもうカラッカラだなって思いました。自分がなんかもう何かを書こうとする時になんか自分から出てくるものがなんかどんどん貧相になってくるみたいな感覚はすごいあって、まあ、このままじゃダメだなっていうのはすごい単純に書いてて感じましたね。自分のこう感覚がどんどんこう枯れていくというか視野が狭まっていくみたいな実感がすごくあって、でなんかその普段自分が使ってない感覚をなんか起こしてくれるものというか刺激してくれるものとしてなんかそういう舞台芸術とかって結構ある気がするんですけど、まあ、それに限らずいろんなものですけど、だからそういうのをやっぱりちゃんとこう取り込んでないとなんか自分の感覚死ぬなみたいな実感はあるので、積極的に最近はインプットというかそういういろんなものを見るみたいなものはできるだけするようにはしてるっていうところはまあありますかね。夢に関しては興味があるというか、自分の中ですごい夢っぽい感じっていうのが不思議の国のアリスの実写版で、なんかね小学生ぐらいの時にこう母親がテレビで録画したものを結構繰り返し見てたんですけど、なんかそれがねなんかすごい気持ち悪くって、なんですかね、人間が全員特殊メイクで動物を演じてるんです。でウサギも人間なんですよ。でそれがなんか妙に気持ち悪くて面白くってすごいよく見てたんですけど、ちょっとこう不穏な感じというかこう違うこう次元のものがこう同じ世界にあるみたいな、なんかそれもすごい夢っぽいなと思って、そういう感じが好きなんだっていうのがあるところから、その夢の中に出てくるものって何なのかなって考えた時に、自分では意識してない感情とか感覚とかその隠されるものって何なのかなっていうところに、まあ、興味があるっていうのがあるんで、やっぱりその人の情念みたいなものが引きつけられるというか、一つのやっぱり軸としてやっぱり自分が常に惹かれてるところっていうのはやっぱり人間のまあ人間自身のこう存在みたいなものだったりするし、やっぱりそれは自分は顔を通して描くことにすごく今面白さを感じているので、普段見えてる人間の顔じゃない部分っていうのか、なんかそこにあるものって何なんだろうなみたいなのを、人間のこう本質みたいな闇みたいなものをなんか見えないけど感じるみたいな、そういう顔をかけたらすごくいいなっていうのが自分の中にあったりしますね。あからさまなのが
こう個人的に好きじゃないんですよ。だから何なのかよく分かんない感じみたいなのが結構好きで、だからそこも人間の顔を描く時とかも難しいんですけど、昔なんか後藤さんの絵って神器臭いよねって言われたことがあってあ、確かにって思って、結構その神器臭くなりがちっていうか、人のそのちょっとネガティブな感情とか考えて描くとやっぱりどっちかというと暗くなりがちみたいなとこがあって、だからその暗い絵とか怖い絵を描こうとしてるわけじゃないのに結構そういうふうに解釈されるっていうのがあれなんかちょっと違うなっていうところもあって、完全に違うわけじゃないしそういう負の側面っていうのはあるんですけど、でも自分が見せたイメージってちょっと違うなっていうのがあって、でそこでじゃあ何が必要なのかなって考えた時にこれも最近思いついたんですけど、多分ユーモアだと思って、ユーモアっていうのはその遊びにもつながるんですけど、なんかおかしみというか、なんかこのすごく神経臭そうな真剣な感じの中にこんなふざけた何かが存在できるのかみたいな。でもそれがそのあからさまにおかしいとかこのしてやった感っていうのを出さずに、なんかその怖いとか悲しいとか嬉しいとかっていうのと一緒にこう一つの何かになって見えてくると、なんかそこのちょうど中間というか淡いみたいなところが出てくる気がしていて、それを結構探ってるところはありますね最近。